おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新情報をお届けしていきます。今日はかなり大きな新車発表や決算発表があったわけではありません。ただ、テスラ株は現在上昇し、441ドル台まで来ています。では、なぜ今テスラ株がここまで買われているのか。今日は欧州の販売の回復、スペース X 関連の観測、FSD の続報、そしてロードスターの新情報まで今テスラで何が起きているのか、これをお届けしていきたいと思いますので、ぜひ本日も最後までご視聴ください。まず今日のトップニュースはテスラ株の上昇です。現在テスラ株は441ドル台まで上昇しています。もちろん株価が1日上がったからといって全ての問題が解決したっていうわけではないんです。ただ今回の上昇で大事なのは単なる短期リバウンドではなく、市場がいくつかの材料に反応しているという点です。特に大きいのが欧州販売の回復です。去年までのテスラは欧州でかなり厳しい見られ方をしていました。販売の減速、競争の激化、BYD など中国メーカーの台頭、そしてブランドへの懸念、こうした悪材料が重なってテスラの需要は本当に大丈夫なのかという声がかなり強くなっていました。しかし今回報じられている4月の欧州の販売データではテスラの登録台数が大きく回復しています。これを受けて市場はテスラの販売は底を打ったのではないかという見方が少し出始めています。ここはかなり重要です。ただし僕はここであまり楽観しすぎる必要はないと思っています。なぜなら1ヶ月の数字だけで完全復活とは言えないからです。今回の欧州の販売の回復が本物かどうかを見るには少なくとも次の数ヶ月を見る必要があります。こちら以前も言いましたけれども、5月、6月も販売の回復が続くのか、値下げや比較対象の低さによる一時的な反発ではないのか、そして販売台数を伸ばしながら利益率をどれだけ維持できるのか、ここが大切になってきます。株価は今先に期待を織り込み始めています。でも投資家としては数字が継続するかを冷静に見る必要があると思います。では次に行きます。次はスペース X 関連の話題です。ここも今のテスラ株にとってかなり話題性のある材料になっています。報道ではスペース X の IPO 観測やテスラとスペース X の統合観測が出ています。ただし、ここはかなり慎重に見る必要があります。現時点では正式な発表ではないんです。あくまで報道ベース、観測ベースの話です。なので動画で扱う場合も決まった話としてではなくって、市場でこういう話題が出ているっていう紹介に留めていこうと思っていますけれども、ただ株式市場ではこうした観測だけでも短期的な材料になります。特にイーロン・マスクさん関連企業はテスラ、スペース X、XAI、スターリンクなど投資家の関心が非常に高いです。そのためスペース X の大型 IPO 観測が出るとテスラにも連想の買いが入りやすい。今回の株価の上昇にもこうした雰囲気は少なからず影響していると思います。ただここで大事なのはスペース X の話題だけでテスラ株を判断しないことです。テスラの本業はあくまで車、FSD、エネルギー、そしてサービスです。スペース X 関連の話題は強い材料にはなりますけれども、テスラ自身の業績や販売回復が伴わなければ長期的な株価の上昇にはつながりにくいです。ですので今日の見方としては欧州販売の回復が実体面の材料、スペース X 観測が市場心理を押し上げる材料、この2つが同時に出ているっていう理解がいいんじゃないかと思います。では次に行きます。次は FST のカナダ横断チャレンジの続報です。昨日の時点では約3300キロっていうお話でしたが、その後さらに走行距離が伸び4000キロ級まで到達したと報じられています。これはかなり興味深いニュースです。もちろんこれだけで FST は完成したっていうのは早すぎます。実証チャレンジと一般ユーザーが日常で使う製品版の完成度は別の話です。ただ長距離を走って介入が少ない、あるいは無介入に近い結果が出ているならば技術的な進歩を示す材料にはなります。ここはテスラのオーナーにとっても投資家にとっても注目ポイントです。なぜなら FSD はテスラの評価に大きく関わっているからです。今すぐロボタクシーの話に飛ばす必要はありません。でも実際の道路で
どれだけ安定して走れるのか、どれだけ人間の介入を減らせるのか、こうした実証データは今後もかなり重要になります。そしてもう一つ、地味ではありますが重要なニュースがあります。それがテスラのレンズクリーニングシステム、つまりカメラレンズ清掃システムに関する特許です。これは一見するとかなり地味なニュースに見えるかもしれません。でも FSD を考える上では非常に現実的な課題です。テスラの自動運転は基本的にカメラで周囲を認識します。ということは、カメラが汚れたらどうなるのか、雨、雪、泥、ほこり、虫、道路の汚れ、こうしたものがカメラに付着すると当然視界に影響します。人間で言えばメガネが汚れたまま運転するようなものです。いくら AI が優秀でもそもそも見えていなければ判断できません。だからこのレンズの清掃の特許っていうのは派手ではないんですけれども、自動運転を現実の道路で使うためにはかなり大事なテーマです。こういう地味な問題を一つずつ潰していくことが FSD の実用化には必要だと思います。では次に行きますけれども、次はロードスターの続報です。新型ロードスターについては製造拠点に関する情報が出てきました。一方で正式な発売日や生産開始時期はまだはっきりしていません。ここもかなりテスラらしいニュースです。ロードスターはテスラにとって象徴的な車です。初代ロードスターはテスラという会社を世に知らしめたモデルでもあります。だから新型ロードスターに期待している人は多いと思います。ただ投資家目線で見ると、今すぐ業績に大きく貢献する話ではありません。量産台数も限られるでしょうし、テスラ全体の売上や利益を大きく変えるモデルではない可能性が高いです。なのでロードスターは楽しみなニュースではあります。ただ投資判断としては、発売日、価格、量産時期が明確になるまでは冷静に見ておいた方がいいと思います。はい、ということで今日のニュースまとめていきます。今日のテスラは大きな一発ニュースがあったっていうよりは、複数の材料が重なって株価が上昇している状況です。まず欧州販売の回復、これは一番重要です。市場がテスラの需要は底を打ったのではないかと見始めています。次にスペース X IPO やテスラとの統合観測、これは正式発表ではありませんが、投資家心理を押し上げる材料になっています。そして FST カナダ横断チャレンジの続報、昨日よりも距離が伸びて4000キロ級まで進んだという点は FST の実証として注目です。さらにレンズクリーニング特許、これは地味ではありますが、カメラベースの自動運転を現実世界で使うための重要な課題です。最後にロードスター製造拠点の話は出ていますが、発売日はまだ見えていません。今日のポイントはテスラに対する市場の見方が少し変わり始めているということです。ただしまだ確認すべきことは多いです。欧州販売はこのまま継続するのか、 FST の実証はさらに進むのか、スペース X 関連の観測はどこまで現実的な話なのか、そしてテスラ株は450ドル台を明確に超えていけるのか、そこを冷静に見ていきたいと思います。はい、ということで今日のニュースは以上になりますけれども、テスラオーナーの方もテスラ株に投資をされている投資家の方も、今日のポイントは派手な発表ではなく、市場が何に反応しているのか、これを見ることだと思います。引き続きテスラの最新情報を追っていきたいと思います。はい、ということで今日の冒頭にもお伝えしましたけれども、テスラの株価は本日上昇し440ドルを超えてきておりまして、現在441ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。お知らせがあります。6月6日土曜日に名古屋にあるテスラの中古車販売、カスタムを手掛けるガレージ X さんに訪問することになりました。ぜひテスラのカスタムや中古販売、ラッピングなどに興味のある方は一緒にいかがですか？僕の方も朝一で名古屋に向かいまして、多分到着が11時ぐらいになりそうなので、11時ぐらいからお昼過ぎぐらいまでガレージ X さんのカスタムなどをいろいろと見学していきたいと思っています。一緒に行ってみたいと思われる方は僕の LINE の方から参加希望という感じでお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。